今回はドラゴンの中のドラゴンことドギラゴンについて、歴代の様々なカードを厳選してまとめてみました。今でも大人気の主人公カードであるドギラゴン。シンプルでかっこいいをモットーに作られた U の極限。今回はそんなドギラゴンについて解説していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。まず最初に紹介するのは燃える革命ドギラゴンです。コスト7の非文明の進化クリーチャーでドラゴンを種族に持ちます。進化条件は火のクリーチャーなら何でも OK。ドギラゴンが出た革命編の進化クリーチャーは条件が簡単で、その分能力が一癖も二癖もあるようなカードばかりです。その中でもドギラゴンは革命という効果を持っています。この革命能力は、自分のシールドの枚数によって効果が発動し、一発逆転の反転構成に出ることができる能力です。ドギラゴンが持つ革命能力は2つ。1つ目は革命に、シールドが2枚以下の時に発動する能力です。効果は次の自分のターン開始時までゲームに負けなくなる効果。これはドギラゴンが場を離れても効果は残り続けます。そしてもう一つは革命0、シールドが0の時に発動します。効果ですが、攻撃の終わりにアンタップすることができる能力。つまり無限攻撃を実現する非常に魅力的な能力です。さて一見強力に見えるこのカードですが実は評価はあまり高くなく、というのも、自分のシールドの枚数で効果が発動するため、どうしても受け身の姿勢を取らなくてはならない関係上、能動的に効果を使うのが非常に難しい能力になっています。同時期に出た侵略効果及びレッドゾーンが強力だったのもあり、このカードの評価はいまいちなものとなっていました。しかし昨今のデュエルマスターズでは再評価の流れが来ています。その鍵となるのがオーライヒーローモモキングレックス。コスト5の人自然のカードで、登場時に手札を1枚捨ててにドローでき、その後手札から、このカードに進化できるクリーチャーを進化させることができます。もちろんこの時にドギラゴンを乗せることが可能です。そしてもう1枚、100機の邪王門。いずれかのプレイヤーのクリーチャーが攻撃する時に、いずれかのプレイヤーのシールドが0枚であり、かつマナに人闇のカードがあればタダで打てる呪文で、山札から4枚を墓地に置いてその中から、火か闇のコスト6以下のクリーチャーを場に出すことができます。自分のシールドを意図的に0枚にし、適当なクリーチャーで攻撃。その際に100機の邪王門を発動してその中からモモキングレックスを場に、そしてレックスの効果で燃える革命ドギラゴンに進化させ革命発動。次のターン負けないことが確定しつつ無限攻撃が可能になります。このコンボは競技シーンでもたびたび見る光景になりつつあり、文字通りドギラゴンが革命を起こした瞬間と言えるでしょう。続いて紹介するのはボルシャックドギラゴン。こちらもなかなか変わった効果を持ったカードです。標準スペックとしては7マナの3打点と進化としては普通ですが、このカードには革命0トリガーという効果があります。革命0トリガーは相手のダイレクトアタックを受ける際に、自分の手札からこのカードを見せることで効果を発動し、山札の上を1枚めくってそれが火の火進化クリーチャーならだし、その上にボルシャックドギラゴンを乗せることができます。イメージとしては忍者ストライクに近いですね。そしてボルシャックドギラゴンは登場時効果として、相手のクリーチャー1体とバトルすることができます。ボルシャックドギラゴンのパワーは1万2000あるので、それ以下のクリーチャーの攻撃を防ぎ切ることができるのです。また、このカードの最も優れている点として、進化元となるクリーチャーの出た時効果も使えるのです。そのため、相手がドラゴン主体でないデッキなら、山札の上からコードキングモーツァルトが出てくるだけで、相手のバトルゾーンが壊滅する大事件に発展します。他にも、ドキンダム X の封印を2枚同時に剥がすことができるので、ボルシャックドギラゴンが3枚あれば禁断解放も狙えます。と、このように燃える革命ドギラゴンと打って変わって、防御寄りのカードという印象なのがボルシャックドギラゴンです。ちなみにボルシャックドギラゴンの効果は、山札の上が進化クリーチャーだった場合発動しません。ボルシャックドギラゴンからボルシャックドギラゴンをめくる、この一連の流れでどれだけの人が辛酸を舐めたか見当もつきません。デュエルマスターズ屈指の問題児ことドギラゴンバスターの紹介です。このカードは革命チェンジという効果を持っていて、条件を満たしたクリーチャーが攻撃するときに、手札の革命チェンジ持ちクリーチャーと入れ替えることができます。このドギラゴンバスターの革命チェンジ条件ですが、しか自然のコスト5以上のドラゴンです。この条件を満たしたクリーチャーの攻撃時に、手札からドギラゴンバスターを場に出すことができます。
さてそんなドギラゴンバスターですが、効果も非常に強力。まずは打点も十分なトリプルブレイカー。そしてターンに1回のみ使えるファイナル革命能力で、場に出た時に手札かマナから6コスト以下になるように、多色クリーチャーを場に出すことができます。さらに自分の多色クリーチャーすべてはスピードアタッカーになり、展開したクリーチャーがすぐに攻撃に参加できるようになります。さてそんなドギラゴンバスターですが相性のいいカードとして、勝利のアパッチウララーがよく名前を挙げられています。このクリーチャーは人闇の6コストのカードで、出た時か破壊された時に相手の手札を1枚見ることによって、そのカードの文明と同じ文明のコスト8以下のハンターを、超次元ゾーンからバトルゾーンに出すことができます。この効果で超次元ゾーンからダブルブレイカー持ちの多色を場に出し、さらにドギラゴンバスターの効果でスピードアタッカーになっているため、ドギラゴンバスターの3点、サイキッククリーチャーの2点、最後にアパッチウララーでダイレクトアタックまで持ち込み、最速3ターン目にゲームに勝利することができます。さらにこのカードには相棒と呼べるカードとして、ドルガンチュリスというとんでもカードが存在します。このカードはコスト5の火のドラゴンなのですが、ほぼ無条件でコストを2軽減して場に出すことができます。そしてこのクリーチャー自身もスピードアタッカーを持っていて、場に出たターンからドギラゴンバスターに革命チェンジできます。このコンボはあまりにも強力すぎたがゆえに、現在ではドギラゴンバスターとドルガンチュリスは殿堂入りに指定され、それ以前には巻き添えを食らって数枚殿堂入りに入れられました。現在ではほとんど解除されていますが、ドギラゴンバスターがいなければ絶対に殿堂入りしなかったカードとして、今後も語り継がれていくでしょう。先ほど紹介しましたドルガンチュリスですが、実は殿堂入りの原因は、直接的にはドギラゴンバスターによるものではないのです。ではなぜこのカードは殿堂入りに指定されてしまったのか。その理由は青き守護神ドギラゴンノバが登場してしまったからです。このカードは名前の通りドギラゴンバスターのリメイク版で、攻撃的なドギラゴンバスターよりもやや防御に能力を割いたカードです。その証拠にドギラゴンバスターの文明は人自然だったのに対し、ドギラゴンノバの文明は人光になっています。その効果ですが、革命チェンジ条件は自然から光になりましたが、それでも火のコスト5以上のドラゴンがメインなので変わりません。そして本人にブロッカーが付与されていることと、ターン終了時に多色が全員アンタップすること、そしてファイナル革命の効果も調整されています。効果ですが、攻撃時に山札の上から4枚をめくり、非進化の多色クリーチャーを合計コスト6以下になるように、その中から場に出すことができます。こうして出たクリーチャーにスピードアタッカーはつかないので、もともとスピードアタッカーであるカードを出す必要があります。とはいえ、このカードが初収録されたデッキ総流革命には、コスト6以下の強力なカードが多数収録された上、後に往来編が始まったため多色カードも多く登場し、先ほど紹介したモモキングレックスとの相性の良さも築かれ、今ではドギラゴンバスターに並ぶ活躍を見せているカードの1枚です。ちなみにこのカードはメメントバスターと呼ばれるデッキが元で、当時のドギラゴンバスターとは大きく異なる構築が話題になりました。気になる人はぜひ調べてみてください。最後に紹介するのは青き覚醒ドギラゴン X。このカードはパラレルマスターズというパックに収録された、いわばもしもの世界のドギラゴンということになります。文明や革命チェンジ条件も水と闇に変わっており、効果もそれに合わせてテクニカルなものになっています。ですが最も特徴的なのはこのカードが超次元ゾーンから出てくる点。このカードはパラレル革命チェンジという効果を持っていて、普通の革命チェンジは手札から入れ替わるのに対し、パラレル革命チェンジは超次元ゾーンから入れ替わることができます。この時、登場時効果で手札を捨てる必要があるため、総合的な手札の増減は普通の革命チェンジと変わりません。しかしドギラゴン X には手札を捨てた時の効果として、自分の他の多色クリーチャー全員がスレイヤーになります。スレイヤーはバトルに勝っても負けても相手を破壊する効果で、相手の反撃をためらわせる効果があります。さらにドギラゴン X はブロックされない効果も有しているため、ドギラゴンバスターやドギラゴンノバの弱点のブロッカーを克服しています。何より超次元ゾーンから革命チェンジを行えるため、手札にドギラゴンを抱えておく必要がないため非常に便利です。手札のカードが任意でドギラゴン X になると考えれば、その強烈さが伝わるでしょう。ちなみにドギラゴン X にも弱点はあって、超次元ゾーンの枠を消費してしまうことの他にも、わずか1コストで全てが狂うという致命的な欠陥を抱えています。というよりこのカードは早くなんとかした方がいいです。今回は、サムネにもなっている歴代ドギラゴンについて、
小ネタを交えながら紹介してきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。